チェンバーボーン。アップデート7。水路の水で緑地化できる地下の土地に目をつけがっつりトンネルを掘り始めた我らがビーバー。途中建設の邪魔になった町の中心などを移設して町の雰囲気も様変わり、今回も頑張って開発を続けるぞー。ただ今の状況は立て続けに長い干ばつが来たせいで、ご覧の通り貯水も少し。干ばつ28日はきつかったぜ。存在を忘れてた、メイン水源の水路隣をハッパー。前回設置するだけ設置してそのままにしてたやつか。一段下げたら緑になると思ったのに。特に変かなーし。横に高い壁があると水は浸透しないのかな？かもしれんな。それを裏付けるっぽい感じの実験、ちょうどやってたや。3マス幅なら16マス考えされるところが、手前に壁があるところは考えうまくできてないな。まあまだ水位が低いから上がってから後で再度確認ね。うっかりミスで水没した地下農園は依然水浸し。ポンプでの組み出しによる復旧作業が進められています。復旧作業をぼーっと待つとか許さん、お宝池周辺の整備をするぞー。管路の延長と周辺の爆破で聖地にビーバーたちも歓喜。お宝水源横にあった遺跡から取り出したスクラップを、別の資材置き場に移し帰ろう。ビーバー、ずらー。ハッピーやー。微妙にデコボコしてた部分もついでに綺麗に平坦化、これで少し貯水量も増えるぜ。ビーバーのシャワーを盗撮中。おまわりさんこの人です。私は愛らしいビーバーを撮影していただけで。逮捕？それでも私はやってない。いやもろ現行犯だったろ。いのちの水。まあここすぐ枯れるから意味ないけどな。じゃこんな感じで追加工事をなしゃーす。足場の下が通れるから、さらに右側も開発しやすくなるな。水路の水位が戻ってまいりました。さて実験場の状態はどうなったかな？こんな感じになりそうろー。よくわからんが高い壁が前にあると、裏側の2段目のとこも緑地化されないようだな。水面より下なら緑地化するけど、それ以外は前が高くなるほど緑地化範囲が減るのかな？てなわけで適当に葉っぱして追加で観察。今度は2段目でも緑地化できてるな。メイン水源水路横の緑地化しなかった部分もこれと同じ理由で緑地化しなかったんかな？かもしれん。ちょろっと追加テストを実施中。上3段積んだらそこは緑地化されなかったが、奥の突出した3マスは緑のままだった。左右が空いてる場合はセーフなんかな？などと上部緑地化のテストをしてたら干ばつ警告。干ばつ明け5日の緩い間隔での警告、久々に貯水ができたぜ。で追加実験は続き、突出した部分の壁左右を一段追加、そしたら突出部の緑地が消えました。とりあえず繋がってる手前の壁以外にも、浸透する水の影響があって高いとダメな感じっぽいな。だーもう、めんどくせー。あこいつ、面倒になって爆破でごまかしやがった。もう凝ったの作るのは諦めた。2階層でいいにするよ。妥協。多分こんな感じに作れば3階層いけそうな気はするけど、上に行くほど緑地化範囲は狭くなると思われ。まあ作ったところで見た目的には隠れて地味だから好きにしろよ。てなわけで簡単な2階層で工事することにして、やっと地下農園の工事を再開。まずは水位が上がっても緑地化しなかった部分、使わないので埋め戻しましょ。すまんビーバー掘ってくれたのに、また埋めてくれ。農地をがっつり工事する前に食品工場を上に移動。新しい食材も増えるので一等増築。ついでに発酵所も適当にほい。大豆ができたら納豆も作りたいな。では農地改造のついでに一気に更地化じゃあ。初期から町を支えてくれた紅葉区、さらばだ。いい感じの農地に生まれ変われ。やったー、爆破の時間だー。うわものすごい勢いでビーバー群がっとる。なおこれは早送り再生ではございません。いわゆるゲーム内速度マックスって感じか、PC めっちゃ電気食ってそう。たまに電気代を心配されるコメントをいただきますが、先月は5600円でしたのでご安心あれ。リアルな数字で草。農家の皆さん、爆風に気をつけてください。事故らず無事爆破に成功。トンネル掘るとかめんどくせえ、ここからは掘って埋めるで進めるぞ。食料が減少傾向になってきたので、保管しきれてないトウモロコシのために倉庫増築。いろいろと保管しきれてない。そして干ばつ18日が到来。貯水は多くはないが期間も短い。次のサイクル次第ではがっつり貯水も夢じゃないぜ。前回掘ったところも天井高くしたいから掘り直しじゃあ。人はそれをこう言う、二度手間と。上にあった農地を潰しながら作業するのが嫌でトンネルで最初作業したけど、やっぱ簡単が正義だね。
まあ無駄に背伸びして難しいことするよか建設的かもしれんな。はっぱー。あっという間にマップ最下層まで穴掘り完了。ではこの上に土で屋根を作るぞ。こんな感じで足場を作って、上に突出部分の基礎となる土を盛ります。基礎部分から3マス分は突出して設置できるから、これで綺麗に地上部分が土になるぜ。そしてここまで作って気がついてしまう。これじゃ足場部分作物植えられないと。まあ地上の地形ブロックの基礎部分だからこれは仕方ないだろ。ちょっと工夫すればなんとでもならせっかくビーバーたちが作ってくれたのに、また問答無用で壊しやがった。足場の下は植えられないけど突出部の下なら OK。すまんビーバーこれで作り直してくれ。数マスの農地のために作り直す。これが匠のこだわり。よしこれで5マス分増えた。これで菜種の栽培開始。収穫したら菜種油が手に入るぜ。埋め立ての矢印の向きをがっつり間違え大規模閉じ込め事故発生。土の中に閉じ込められてる。何もできない状況に虚無と化したビーバー。奥のやつしれっと合体してる。進化して壁を突き破るつもりか。腕の部分とかキモいからやめなさい。助けが来たぞー。8匹閉じ込められていたが被害者ゼロで救助成功。こらー、起きろー。こちらでは甘露不設で2ビーバーたち往生。ここ壊してあげるからさっさとお家にお帰りなさい。しかし早朝起こされた抗議なのか座り込むビーバー。はよ帰れ。そして今日も地道に農地改革工事。絵面が、地味。私的にも動画的にもそろそろ新しいことしたいね。だからといって農地工事を途中で放り出すわけにもいかんぞ。もうちっと頑張りまっしゅ。菜種の生産も始めたことだし、ちょっと気が早いけど搾雪も設置しときましょ。絞るのは時間がかかるのでとりあえずの2期体制。はっぱっぱー。地道な作業の地下農園改修、埋められてて普段見れない甘露液がちら見えしております。少し崩しては埋めての繰り返し、少し崩しては埋めての繰り返し。一気にやったら食用なん、少しずつ進めてください。あいいよ。シェシェ、シェシェシェ。葉っぱやりすぎで爆破ジャンキー出てきてるぞ。葉っぱ、葉っぱ。なんとか正気を取り戻し駅を設置。そのうち巨大な地下鉄ができそうだ。チラ、チラチラ。何やってんだ見づらいやめろ。地下の緑地になりそうな場所を確認中。そして思う、この運搬員の拠点邪魔だなと。建てた時は緑地じゃなかったが今は緑地。確かにそこにある必要はないな。こんな感じでお引っ越しマンションお宝の隣の一等地、こりゃまたすぐに立ち退きさせられそうだ。メイン水源近くの植林場、岸壁工事のついでに大きめな資材置き場を設計。おおこれは管路で上下に移動できる贅沢な設計。よく見たら階段繋がってなかった結局壊すんかーい。狭すぎて立てにくい。てなわけですでにあるところに増築だもともとあった資材置き場上を突出部で伸ばし、同じものを乗せただけの見事な手抜き設計。手抜き言うな。へへ。手抜きったらこういうのを言うんだよ。まあ今まで甘露の駅すらなかったから、多少は便利になりそうだな。資材置き場が増築できたのでここの資材置き場は撤去。葉っぱすれば少し緑地になりそうな場所。農業地下鉄を地道に敷設。水路のところは水没するので上から通すのず。追加の農場を建てる場所で悩んだけど、いい場所発見。水路の上、これなら邪魔にならずたくさん農家さんが雇えるぜ。元資材置き場を葉っぱせっかく資材置き場壊してまで削ったのに思いのほか緑地化せず。シェシェ、シェ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 。おいもう十分農地あるだろ。は爆破依存症の疑いがあります。最寄りの病院で診察を受けましょう。つうわけでレイムは施設にねじ込んだ。ビーバーよあいつが戻るまでに爆破作業を頼むぞ。この甘露の穴は地下鉄か？上に液立てとくか、これなら農家も下に行けるだろ。今日も一日お疲れ、好きなだけ背中をかいていいぞ。へへ、今日はレイムもいないし、ビーバー撫で放題だぜ。ってちょっと待て逃げるな。ビーバーと一緒にキャンプファイヤー。ちょっと待て逃げるな。レイムがその場しのぎで作った資材置き場、綺麗に詰めたらまだ拡張可能だな。新倉庫もあっという間に満杯か、ほんとレイムの在庫管理はガバガバだぜ。保管するだけじゃ拉致が開かねえ、お宝池開発で消費しちまおう。なんか知らん間に偉いことになってるお、正気を取り戻して帰ってきた。在庫処分で貯水タンクとスクラッチャーを追加しといたぞ。労働者の増もあるしこれ資材足りるかな？資材置き場に入らねえくらいだし足りるんじゃね？
代役案がと。深夜に怪奇祝いの大発売。深夜にやるなようるせえだろ。すみません。掘った部分はこんな感じで埋めます。こっちは突出部で下の隙間作らんのな。忘れてるだけ。おい。さあムキムキビーバーズよ、土砂袋を運べー。片腕で米俵サイズの土砂を担ぎダッシュで運ぶ。こいつら体感強すぎだろ。見た目の可愛いモンスター。完成してるところに大豆を作付け開始。収穫できたら発酵させて納豆にできるな。てかここ矢印ミスってんぞ。これは下り。ミスってるで思い出した。お宝池のここも埋めるの失敗してたんだった。前回のミスに今更気づく。これがうちのレイムさんだ。ここんとこも葉っぱこんなところまで地下農園にしてたのか。だいぶ農地も広がってそうだ。でもここ農家さんの作業範囲に入らない。それじゃあ広げた意味がねえ。これは悩む。で悩んだ結果、甘露駅の裏にさらに駅を追加して、その駅に直通で農場を設置。その農場の農家さんが甘露を通って、地下農場で作業する仕組みだな。これで問題一件落着。やっべな種油の生産始まってたのにタンク作るの忘れてた。安定のやらかし早速菜種油を使いナスのレーションの生産を開始せよ。ビーバーの食卓に彩りが増えたね。やったね。農地増やしすぎと思い、こちらはなんとなく植林場にすることにしました。丸太は丸太で余ってるぜ。いのーちの水。18日と短い干ばつだったけど、地道な農地改革で忙しいサイクルだったな。その短い干ばつでも枯れかけてた貯水池。蒸発する範囲が広い、もしくは水路が長すぎかな。では貯水に若干の不安が残るものの干ばつも終わったし、久々に街の様子を見て締めましょ。お、久々の街紹介だ。バルや無限動力、と増築した資材置き場。ただ上に同じの増築した簡単設計だけど、甘露が2階建てになって4階5階6階に行ける便利構造。よく枯れる農場を上から見てみたのず。ほんとこのマップは高低差が難儀だよな。景観としては見えづらい位置だし、映える街づくりがほんと難しいよ。まあそれが面白いところだろ。伊藤菓子。今回移設した食品工場。地味屋で設置しちゃったけど、この辺もいい感じに作り直したいね。丸太を運ぶビーバー。ここの資材置き場もこっそり増築したぜ。ほえ？細かすぎてわからないか。これが今回頑張った地下農場だ。上も下も農地広がってるのに絵的に地味。やっぱり地下施設は映えない。悲しいさだめ。そしてこれが私の作った映える改造工事だ。こっそりコーヒーの焙煎所も増えてる。これでビーバーたちの幸福度も爆上がりだぜ。ではしれっとバージョンアップしたマンションお宝を見つつ今回はここまで。続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録グッドボタン、よろしくお願いいたします。嬉しいです。地道な工事で農地の拡張に成功したビーバー、次はどんな開発を進めていくのか？続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。またねー。